こんにちは、パトです。今回の動画では個別面接で合格するためのポイントについてお話ししたいと思います。まずはこちら。個別試験でよく聞かれる質問がこれらになります。で、大体ここら辺がよく聞かれる質問なんですが、実際の面接の進み方は人によって大きく違ってきます。ここではその面接の進み方について大きく2つに分けた傾向をお話ししてみたいと思います。まずはこちらです。1つ目、シナリオ面接なんて私は呼んでいます。このシナリオ面接ってどんな面接かというと、シナリオ通りに面接が進んでいき、それで合格してしまう大学の面接。これを私は勝手にシナリオ面接なんて呼んでます。あらかじめ質問することが決まっていて、その質問に対する答えも受験生があらかじめ考えて用意して、それを繰り返し練習して暗記して面接試験で答える。それで、話が進んでいく面接試験です。それはまるで外国語学習の教科書の会話例のように淡々と進んでいく面接試験です。それに対して会話面接というのは、会話をしなければ合格できないような大学の面接試験。これを会話しなきゃいけない面接なんて、これ私が勝手に呼んでいますが、生身の人間相手に会話をしていく、コミュニケーションを取る。そうしなければ合格しない面接となっています。では、この2つのうち、まず1つ目のシナリオ面接についてお話ししていきたいと思います。まず、このシナリオ面接ですが、質問の1番からですね、一つ一つ質問の答えに関するポイントをお話ししていきたいと思います。まず1つ目。受験番号と名前を答えてください。これ実はよく聞かれる質問なんですね。ですので、あらかじめ自分の受験番号はきちんと覚えておくようにしてください。そして、この質問に対する答えの注意点は、受験番号と名前を答えてくださいと言われてますので、受験番号と名前だけ答えるようにしましょう。時々言い終わった後に、よろしくお願いしますなんて挨拶する受験生もいますが、それは面接によっては減点されてしまいます。聞かれたことだけ答える。これをしっかりと頭の隅に置いておいてください。1分間で自己紹介をしてください。はい。次は自己紹介ですね。今、1分間という話が出てきましたけれども、1分間はあくまでも目安です。2分だと長いですね。2分だと長くなってしまう。で、1分って言わないと簡単に終わってしまう。そこで1分間でなんて条件がついていますが、正確に1分じゃなくて結構です。普通に自己紹介っていうと、自分の名前を言って、出身地を言って、今現在在籍している学校の名前を言って、で、よろしくお願いしますと終わっちゃうんですね。そうすると、1分どころかね、30秒もかかんないんですね。それで、あえて1分ってつけることで、もうちょっとなんか話してください、みたいな形で面接官が聞いてくるんですが、この場合ですね、これまで何やってきたかとかですね、今どんなことをやろうとしてるかとか、そんなの簡単に入れて、答えるようにすればいいと思います。で、最後にこの場合は、受験番号と名前と違って、よろしくお願いしますと、締めてください。なぜ日本に留学しましたか？なぜこの学部を選びましたか？なぜこの大学を選びましたか？はい。今お話が出てきた3つですね。これは志望理由に関する質問になります。ですので、実はこの3つの質問それぞれ聞かれてそれぞれ答えるなんていうことはあまりなくてですね、志望理由を言った時にその志望理由の答えの中になんでこの学部を選んだのか、なんでこの専攻を選んだのかっていうのも、一緒に入れて答えてしまえば、なぜこの学部を選んだんですかっていう質問はカットされるんですね。また志望理由の中にさらになんで日本に留学したのかっていう理由も入れて答えちゃえば、この3つの質問ですね、一つになって、返事終わってしまうんですが、それぞれですね、例えば、なぜ日本に留学したんですか？子供の頃アニメに憧れて、なんてこんな答えで構わないと思いますし、なぜこの学部で選んだんですかっていうのも、実は高校時代にこんな勉強したらすごく興味を持ってと。で、その興味を持った分野が日本は進んでるって聞いたんで、日本の留学してきたと。で、
極めつけのなぜこの大学を選んだんですかなんていうのは、その大学の教育2年かなんか見たりですね、いろんななんとかコースなんていう授業のね、取り方があったりとかですね、こういうのを事前に調べて、これにすごく興味がありますみたいな感じで、答えれば OK だと思います。そんな深く考えずに適当で構いませんので、適当に考えてですね、答えるようにしてください。実際どうですか皆さん。外国人留学生が面接試験受けるって言ったら、その返事、まず返事自分で考えて、それ学校の先生に直してもらいますよね。日本語なんてのもチェックしてもらったりとか、ひどい時には面接の答えまで学校の先生に考えてもらう。こんな受験生がいたりするんですね。で、そんなこと大学側はもう100も承知なんですね。ですので、また同じかよとかね、どうせ嘘だろう、どうせ練習したんだろう、そんな感じで、いっぱいですっていうか、もちろん表面には出さないんですよ。本音はそうなんで、そんなね、堅苦しく考えずに、どうしようかななんて考えずですね、普通にですね、考えて、返事、ね、答えるようにしてみてください。あなたは入学後何をしたいですか？この質問は大学に合格した後、入学した後のことについての質問になります。これもですね、そんな深く考える必要ないです。質問自体こういうふうに来たら、勉強のことを答えようがですね、それ以外のことを答えようがですね、それは皆さんで考えて結構です。勉強のことで答えるんでしたらですね、志望理由にも出したような、なんとかコースっていうのを取るって言ったんでしたら、それに一生懸命頑張りたいとかですね、関心のある授業とかですね、事前に調べて答えるとかですね、あとは、いい例で言うと、せっかく日本語勉強してるから、もう一つ外国語、在学中にね、勉強したいですなんていうのも答えるのもいいと思います。で、勉強以外でしたらですね、せっかくですから日本でね、生活してるんで、ね、いろんなところに旅行したいですとかですね、またですね、サークルに入って日本人の友達をたくさん作ってですね、いろいろと学びたいと思いますみたいな、こんなありきたりの返事考えて答えるようにしてください。学費は誰が払いますか？アルバイトはしていますか？校長先生の名前を答えてください。はい。今の質問ですが、これはですね、わざわざ独立した動画として他にすでに公開してますが、在留資格に関する質問なんですね。ですので、詳しい話はその在留資格に関するもう一つの動画の方をご覧になっていただければと思うんですけれども、そこで説明していないこの質問。どれくらい日本語を学びましたか？そう。実はこの質問も在留資格に関する質問なんですね。前お話ししましたが、日本に来るにはビザっていうのが必要で、ビザのためには在留資格っていうのを取らなきゃいけないみたいな話を他の動画でしてますが、この在留資格を取る際にですね、日本語学習歴の証明っていうのを入管に提出しなければなりません。全くゼロで日本に留学するのではなく、自分の国でこれだけ日本語を勉強しました。またこれだけの能力があるという試験に合格しました。その証明書を提出しなければ在留資格は下りないんですね。具体的に言うとこんな感じですね。検定試験で言うならここに並んでる、一番有名なので言うなら日本語能力試験 JLPT の N5 以上ですね。これに合格したという証明。またこの検定どれもなければ留学生の母国の学校で150時間以上の日本語学習歴があるという証明、これを提出しないと在留資格が下りないんです。ですので、あいうえおとかですね、日本語が全くわからないのに日本に留学してくる留学生っていうのはいないんですね。だって学習歴出さないと在留資格下りないわけですから、じゃあその在留資格取るには日本語わかんなきゃダメでしょ。じゃあ全く日本語がわかんないのに在留資格降りたってどういうことですかね。こんなものは一切認められません。ですので日本語学習歴の質問された時にですね、うっかりそんなこと言ってしまえばはいってなってしまうんですね。そこで面接は終了します。もちろんすぐに終わるってことはないかもしれないですけども、この子はやばい子だなとかですね、この子のいる学校はやばい学校じゃないのみたいなね、そんな風に面接官に思われたら一発アウトですので、このくどいようですけども在留資格に関する質問に対する答えだけは真剣に向き合ってきちんと答えるようにしてください。あとはさっき言った通りですね、適当でいいっすよ。
このようにシナリオ面接っていうのはシナリオ通りに進んでいきますから、これですね、1番から6番まで一般質問なんて私なんか呼んでるんですけれども、一般質問に対する答えをあらかじめ用意して、考えてそれを暗記して繰り返し練習してそれを答える、これだけで合格してしまいますので、一生懸命練習してみてください。ただしですね、冷静に考えてください。そんな面接にどんな意味がありますかね。このような面接で合格してしまって大学に入ってですね、大学の先生の難しい日本語が理解できますかね。また日本語で友達とかですね作れますかね。当然ですね、面接の際にこんなシナリオ通りに進んで終わってしまうような面接で合格してしまうと、大学に入ってから苦労するんですね。当然大学の授業で先生の言ってる日本語が分かりませんから、授業なんかさっぱり分かりません。また日本語でろくに会話ができなければ日本人の友達もできないんですね。そのうち学校行くのも嫌になって途中で退学して帰国してしまう。下手すれば退学して帰国どころかですね、不法滞在をするなんていう、留学生もいたりするほどなんですね。これがもうね、毎年毎年問題になってるんですけれども、私としてはこのシナリオ面接っていうのはあまりお勧めできませんし、それで合格しようなんてのは留学生は考えない方がいいと思います。じゃあですね、本当に合格する面接ってのはどういう面接でしょうか。それが先ほどお話しした2番目のですね、会話をしなければ合格できない面接になるんです。ということで、合格するための面接に入っていきたいと思いますが、まずはこちら。驚いた方もいらっしゃるかもしれませんが、これが外国人留学生の大学入試で聞かれた質問なんですね。他の動画でも言ってますけど、私2001年からずっとデータアンケートで取ってるんですね。その膨大なデータの中にあるですね、質問なんですけど、これだけじゃありません。もっとですね、面白いね、質問とかいっぱいあるんですけども、まず例として出したのはここら辺ですね。これ実際に本当に聞かれたんですよ。どういう質問なんでしょうね。先ほどこれお見せしたこれ1番から6番までは一般質問で、実はこの質問っていうのは会話のためのきっかけの質問でしかないんです。これらの質問をきっかけにして面接官との会話が始まるんです。これが本当の個別面接試験です。例えばさっきのこちらですね。マクドナルドの創業者を答えてください。この質問は志望理由の中で将来の夢を語ったことに対するツッコミの質問になっています。というのは、この志望理由ですね、この質問を受けた受験生っていうのは志望理由の中で将来自分の国に帰ってマクドナルドみたいなお店を開きたいんだ、こんな風に答えたんですね、志望理由の中で。そしたら面接官が鋭くですね、マクドナルドの創業者は誰だかご存知ですかみたいに質問してきたんですね。これ実際にこうやって質問されるんですよ。で、たまたまその留学生はマクドナルドの映画、ハンバーガー帝国とかなんとかっていう映画を見ていて、その話をして答えたらしいんですね。そしたら面接官は、その映画私も見ましたよみたいな話になって、その映画の話で盛り上がっちゃったっていうんですね。で、感想を聞いたりですね、いろいろ質問し合ったりって言って、で、そんな中でこうわーって盛り上がった。もちろんその学生は合格しました。フランス語で自己紹介してください。こちらは私立の有名大学のフランス文学の学部、仏文科を志望した留学生に対する質問です。志望理由の中で話するうちに、フランス人の面接官から、あなたはフランス語ができますかと聞かれて、うっかりですね、少しできますと答えちゃったんですね。そしたらフランス人の面接官が、じゃあフランス語で自己紹介してください、こういうふうに言ってきたんですね。で、やっぱ受験生びっくりしたんですけどもね、そこそこ本当にマジでガチでフランス語が本当ちょっとできたらしいんで、フランス語でさらっと自己紹介したら、もうそのフランス人の面接官がもう大喜びでね、めちゃめちゃ盛り上がったなんて、こういう面接がありました。もちろん彼女も合格しました。また日本に関する質問も面接官突っ込んできますね。不倫についてどう思いますか？これ
笑っちゃいますよね。これご想像通りですね、日本に関する質問のうち、最近気になるニュースとかなんか日本の印象がみたいなことを聞かれたんですね、この受験生。で、この聞かれたことに対して、ついというかうっかりというかですね、シャレなのか本気なのかわかんないですけれども、不倫についてなんか面接官に言ったらしいんですね。そしたら面接官が、じゃああなたは不倫についてどう思うんですかみたいなことを聞いて、突っ込んできた質問が今の質問になります。ですね。で、もちろん、それ男性の受験生だったんですけれども、ですね、普通に不倫に対する自分の考えとか話したら、面接官が、あなたの国ではどうですかみたいに質問してくるんですね。質問してきたんですね。そしたら、彼はどうしたかって言ったら、いや、私の国でもありますよ。有名な歌手のなんとかっていう人がいますけれども、その人が前不倫でニュースになってましたって話をしたら、面接官の中にその歌手のことを知ってる面接官がいたらしくてね、知ってる不倫したのとかってびっくりしてたらしいんですね。それで大盛り上がりになって面接官とですね、楽しくおしゃべり会話をした、こんな面接がありました。もちろん彼も合格しました。日本の法制度にはどのような問題がありますか？これも法学部に進学した受験生に対する質問になります。志望理由の中で、ポロッと会話の中でですね、日本の法制度に問題があるって、この受験生は面接官に答えたんですね。そしたら実際にじゃあ、日本の法制度にはどんな問題があるのかっていう形で、この質問が飛んできたんですけれども、その受験生は真面目に答えたんですね。真面目にどう答えたかっていうと、その受験生の答えとしては、日本の少年法が理解できないっていうんですね。少年法って言って、これ動画見てる方が留学生でしたらちょっと調べてみてください。ね、日本人の方ならすぐ、なるほど、なんとなくってわかると思うんですね。少年法って言って、少年に対しての法律っていうのが特別にあってですね、名前を出しちゃいけないとか、顔を出しちゃいけないとか、重い罪には問われないとか、いろいろあるんですけれども、その受験生の国では、そういったものに対する考え方が全然違うんだと。そういう話になったんですね。そこで面接官と、喧嘩までいかないですけども、ディスカッションのような議論というか、もう語り合いになって熱く語ったらしいんですね。で、その会話の中で結局これはもしかしたら日本の人たちの日本的な考え方からこういう法律があるんじゃないかみたいな話に進んでいったらしいんですね。で、その受験生は何と言ったかって言ったら、それをまさにこの大学で勉強したいんだ。面接官に訴えたんですよ。そしたら面接官は何て言ったかって言ったら、ぜひそうしてください。はい、もちろんこの学生も合格しました。日本の中華料理と中国の中華料理は何が違いますか？もうお話しする必要ありませんね、これは。日本の印象を聞かれた時にたまたま日本の中華料理はみたいな話になったんですね。それに対する面接官のツッコミです。ね、日本の中華料理と中国の中華料理は何が違いますか？中国だったらちょっとデータ見ないとわからないですけどもですね、どうですかって料理聞かれた時に、彼女は味の違いまで細かく答えたらしいんですね。日本人向けにアレンジされた味っていうのはこうですよみたいな話をしたら、面接官たちがめちゃめちゃ興味津々でいろいろ聞いてきたらしいんですね。そこでその受験生は持論として、自分の国ではこういう味が好みだし、南の方に行くとこうだけど、日本の人がこういう好みなのはこの影響があるんじゃないかみたいなことを語ったらしいんですね。それをすごく面接官が聞いてて、その受験生がびっくりしたっていうのは、そんな話までメモしてたっていうんですね。メモしてたっていうのは、本当にメモしたかどうかなんて分かんないですけれども、そういった会話の中で大盛り上がりで、面接が進んでいった。はい、もちろんこの受験生も合格しました。1億円あったらどこに投資しますか？これもお話しすることないでしょう。経済学部に進学した受験生の面接での質問です。この受験生は大学でこんな勉強したいって言った時に、投資に興味があるみたいな話をポロッとしたんですね。そしたらすかさず面接官が突っ込んできたのは、1億円あったらあなたはどこに投資しますかって、これがその質問なんですよ。で、受験生はって一瞬悩んだらしいんですけれども、たまたま私が授業でですね、日本事情の授業で有機 EL の話をしたんです。有機 EL ですね。
今でこそこの有機 EL っていうのがもうすごく言葉としてね、世の中に出回って、実際にですね、パソコンとかスマホの画面に有機 EL っていうのが使われている、新しいディスプレイですね。このディスプレイ、有機 EL を使うと、めちゃめちゃこの画面をですね、モニターを薄くできるっていう優れものなんですね。で、たまたまこの受験生がいた頃っていうのはですね、私が授業をしたのは、まだそんなに有名じゃない、出てこれからだぞっていう時に、こういう技術があって、そのうち有名になるよみたいな話を授業でポロッと言ったんですね。で、受験生はそれをピンと思い出してですね、有機 EL の開発等を進めている会社、企業に投資したいです。こんな風に答えたらしいんですね。思わず、面接官がおーって話になったらしいんですね。有機 EL について面接官が実際知ってたかどうかわかんないですけれども、彼はもうとにかく必死に苦し紛れに私の授業で聞いた有機 EL っていうのはこういうので、もうすごく画面を薄くできるし、紙みたいに丸めることもできる、テレビができるようになるんです、将来は。だから有機 EL の会社に投資したいですみたいなことを熱く語ったらしいんですけれども、面接官はすごく関心を持って彼の話を聞いて、もう思わずおーっとみんなでこう声を上げてしまうような面接になったっていうんですね。はい、もちろん彼も合格しました。いかがですか？このようにですね、また出てきましたね。一般質問には必ずツッコミが入るんですね。で、そのツッコミに対して答えをする。その答えに対してさらに面接官が質問を繰り返す。そしてそれに対して受験生が答えると、今度面接官が意見も混ぜてこんなことっていう、まさに会話、やりとりで進んでいく。これが面接ですよ。これが本当の面接なんです。面接の答えに正解はありません。最初にっていうか、先ほど私ね、とんでもないこと言いましたね。いい加減で構わないとか。どうせ嘘だろうって面接官思ってんだから。ね、こういうふうに言いましたね。これ本当にそう思ってますよ。つまんない面接だったら。シナリオ通りに進んで、なんとかかんとかですか、こうです。なんとかかんとかこうです。これでシナリオ通り進んで、それで終わりました。はい、以上で終わります。ありがとうございました。こんな面接やりたくないですし、それで何を評価するんですかっていう話なんですね。外国人留学生の国でも同じだと思います。もし、留学生、皆さんが、恋愛をして、で、その恋人とラブラブになって結婚することになりました。はい、当然、相手のご両親に挨拶に行くわけですよ。初めてご両親に挨拶に行くとき、どうしますか？スーツ着ます？スーツ着て、ネクタイをきちんとして、ボタンはここまで閉めなきゃダメ。こんな風にします。女性だったらピアスはダメとか、化粧はこうしなさいとかですね。リクルートスーツに決めてとかってね。で、入室するときは3回ノックして、で、中入って、ね、どうぞって言われるまで座らないみたいなね。こんなバカなことしないでしょっていうかすいません。しませんよね。じゃあ、彼女の、また彼氏のご両親に挨拶するときって、まず会いました。どうもどうも、はじめましてって爽やかに挨拶しますよね。で、今日はお忙しいとこ、みたいなこと言いますよね。で、どうぞどうぞ、かけたまえじゃないけど、座ってくださいって言われて、ありがとうございますって普通に進んでいきますよね。で、その後何が起きるかって言ったら、はい、なぜうちの子供を選んだんですか？はい、彼女は、はい、彼氏は教育理念がこんなこと言いませんよね。大体、どこの国も同じなのかな。日本の場合はですね、食事するんですよ。ね、私が彼女と結婚したいって言って彼女のご両親に会いに行ったら料理が並んでます。で、料理でだけいっぱいいっぱいとかつってね、お酒飲んだりとかね、食事しながら普通に会話していくんですよ。で、その会話の中で先方のご両親はうちの息子の、またうちの娘の相手はどんなやつかってのを見ようとしてくるんですね。これと同じですよ、面接官も。わかります？熱く語った、その語った内容から面接官、人柄を見るんです。会話の中から面接官は受験生の人柄を見るんです。人柄を見て、この受験生はこういう留学生なんだって分かったとき、初めてどうせ嘘だろう、じゃなくなるんですよ。わかります？もちろんですね、どんな受験生だって一応面接前には練習するし、日本語もチェックしてもらいます。で、それが面接官も分かってるなんて100も承知です。けど、合格するっていうのは何か、会話の中で面接官の心が動く。それが合格する面接なんです。正しい正解とか答えなんかないんですよ。会話をして話を進めていくんです。
なんでこの大学じゃなきゃいけないのか、なんでこの日本語じゃなきゃいけなかったのか、なんで私はここに来て面接を試験を受けてるのか、これを面接の会話の中で熱く語るんです。いいですか？こんなのはもう日本人だからとか外国人だからとか関係なしですね。もう大人なんですから大学の志望理由だなんだなんて考えられるんですよ。けど、じゃあなんでそれが難しいのかって言ったら、もう一言、日本語コミュニケーション能力です。いいですか？自分はこういう人柄なんです。私はこういうことを考えてるんです。こんな夢があるんです。どんなに熱い気持ち持ってても、日本語でコミュニケーション取れなければ伝えられないんですね。これが大学の入試面接試験です。日本語コミュニケーション能力なんですよ。普段日本人が使わないような小難しい日本語の知識をもうガンガン詰め込んで一生懸命覚えてね、日本語の試験の N に合格しましたなんて言ったって全く役に立ちません。役に立ちません。言語知識たくさん持ってます。いえ、そう、よかったね、おめでとう。けどあなた会話できてないでしょ。あなた何言ってんのか分かんないよ。そんなやつ大学に入れると思ってんのか？どうですかねえ、みんなの第1課まで終わって、私はここまで日本語能力があります。でも会話できてないじゃん。あなたの言ってる言葉ムカついてしょうがないんだけど、だったら一発不合格です。じゃあ何なの？そんな試験がどうとかじゃなくて、そんな資格試験がどうとかじゃなくて、日本語でのコミュニケーション能力、これをとにかく磨いて面接でぶつかってください。正解なんかないんですよ。自分の夢語ればいいんです。日本語教育の参照枠セファールの B1 以上の日本語コミュニケーション能力があれば十分面接で会話ができます。下手だっていいんですよ。そんなもん日本人なら分かってますが、外国人日本語下手なんての分かってますね。苦手だってのも分かってます。これから上手になるわけですから、面接官だってそれから分かってますよ。でも何を言ってるのかがちゃんと伝わってくる、その受験生の夢が伝わってくる、これで評価するんですね。ですので最後の最後までコミュニケーション能力、会話能力を磨くようにしていって、暗記した答えをそのまま答えればいいんだじゃなくて、面接官と会話をしてください。はい、ちょっと長くなりましたが、この次のですね動画あたりでは一つ一つの質問、例えばなんで日本に来たんですかなんてのを考える時のヒントとなるようなお話をねできたらなと思っていますので、お楽しみいただけたらと思います。今回はこの辺で失礼します。